Bonjour! パリプロムナードチャンネルへようこそ。皆様いかがお過ごしでしょうか。今回の動画では、コンコルド広場からサントノレ通りを歩きます。最初はオテルドラマリーヌで開催されている宝飾の展覧会を訪ねます。その後は私がずっと訪れたいと思っていたブランドブリジット・タナカへ。そして最後は老舗のコーヒー店ヴェルレで一休み。動画の締めくくりには購入品の紹介もあります。盛りだくさんの内容です。どうぞリラックスして最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。2月のある日、雨の多かったパリに珍しく澄み渡る青空が広がりました。こちらはコンコルド広場。おや、今日は噴水の水が出ていませんね。最初に訪れるのはフランス国旗が掲げられている建物、オテル・ド・ラ・マリーヌです。展覧会のタイトルはジョアヨ・ディナスティック。日本語にすると王朝の宝飾といった意味でしょうか。オテル・ド・ラ・マリーヌはかつて王室の家具や宝石を管理する機関の建物でした。その後長く海軍省として使われたためマリーヌという名称が残っています。中庭に入ると急に暖かくなりました。美しい装飾が施されたガラス天井に守られているんですね。館内の一部はアルタニコレクションの展示空間になっています。今回の展覧会はそのアルタニコレクション財団とロンドンのビクトリア・アルバート・ミュージアムとの共同企画です。この空間デザインを手掛けたのは日本人建築家種剛さん。黄金色のオーナメントが宙に浮かぶとっても幻想的な空間です。エメラルド、サファイア、ダイヤモンド。古代から権力や永遠の象徴とされてきた宝石が展示されています。見どころの一つはゴルコンダの星と呼ばれるダイヤモンド。この名前はカルチエが名付けたもので、かつてダイヤモンド取引の中心地だったインドのゴルコンダに由来しているそうです。こちらはなんと 90.38 カラットのダイヤモンド。かつてインドのマハラジャのターバンを飾っていたと伝えられています。2番目の展示室には19世紀から20世紀初頭に制作された11点のティアラが並んでいます。こちらはナポレオン一世の皇后ジョゼフィーヌの娘オフトンスが身につけていたとされるティアラ。そしてこちらはマンチェスターティアラと呼ばれている名品。
依頼主はマンチェスター公爵夫人。アメリカ人女性が莫大な持参金とともに英国貴族と結婚した時代を象徴しているような一品です。こちらはベイトティアラ。リリアン・レディ・ベイトのために制作されたもので、彼女の夫サー・ベイトはダイヤモンド産業で財を成した金融家、そして慈善家だったようです。月桂樹のリースと愛の結び目と呼ばれるモチーフが並んでいます。3番目の展示室ではフランス、ロシア、イギリスの王朝の宝飾品が一堂に会します。ナポレオン一世が戴冠式で使用した剣が展示されています。かつてはレジェンドと呼ばれるダイヤモンドがはめ込まれていたようですが、現在その本物の方はルーブル美術館に保管されています。こちらはイギリスのビクトリア女王のティアラ。1840年、結婚の年に夫となるアルベール公がデザインしたそうです。こちらがビクトリア女王の公式肖像画。彼女の髪飾りにこのティアラが使われていますね。そしてこちらが夫のアルベール公。数年後にはやはり夫からエメラルドのティアラも女王に贈られました。ロシアのエカチェリーナ2世に関連するジュエリーも展示されています。これらは服に縫い付けてあったようなんです。このブローチも見事ですよね。こちらは1864年パリの老舗メレリオによる制作で、ナポレオン3世のいとこプランセス・マチルド・ボナパルトのブローチ。彼女は当時の社交界の花形で、その宝飾コレクションは注目の的だったのだとか。そしてこちらもメレリオの制作で1868年のもの。これはナポレオン3世の皇后ユージェニーのためのものです。この作品が宝石を散りばめた羽のブローチの流行の先駆けになったそうです。こちらがウジェニー皇后の肖像画です。最後の展示室は20世紀のコレクション。
名品の所有者は王侯貴族からマハラジャ、実業家、アメリカの富豪へと移ってゆきました。この見事なティアラ、太陽のティアラと名前がついているカルチエによる1907年の作品。中央に 32.58 カラットのイエローダイヤモンドが輝いています。こちらも美しい。こちらがクライマックス。虎の目と異名を取る 61.5 カラットのブラウンダイヤモンドを配したターバン飾り。圧巻ですね。この展覧会は2026年4月6日まで開催されています。チケットはオンラインで日時指定をして求めるのがおすすめです。そのようなシステムのせいでしょうか、混雑が抑えられてゆったりと鑑賞できました。さて、贅沢な展覧会の余韻に浸りながらオテル・ド・ラ・マリーヌの館内を少し歩きましょう。こちらの大広間はベルサイユ宮殿の鏡の間を思わせるような華やかさ。何度訪ねても本当に見事だなと思います。オテル・ド・ラ・マリーヌは開館してすぐの時にこちらのチャンネルで動画でご紹介しています。その過去動画のリンクを概要欄に載せておきますので、どうぞそちらもご覧になってみてください。このロジアからはコンコルド広場を望むことができます。お天気が良くて本当に最高です。今度はキラキラと美しい噴水が見られました。さて、リボリ通り、そしてバンドーム広場界隈を通り抜けてサントノレ通りへと入っていきます。サンロック教会まで来ました。ここに私が目指すお店があるんです。ブリジット・田中。本当に小さな可愛らしいサイズのブティックですが、なんだかとっても素敵な感じがこのウィンドウからすでに伺えますよね。
このチャンネルを以前からご覧くださっている方の中には、私がボンマルシェでこのブランドのクリエーションに何度も注目していたのをご記憶の方もいらっしゃると思います。オーガンジーに素敵な刺繍を施した商品をとてもバリエーション豊かに展開しています。これはかつてパリを歩く時の必需品だった地図の表紙。懐かしいですよね。これはパリの通りの名前を表示しているプレート。それがバッグになっています。これすごく面白いと思いません？オイルサーディンの缶をモチーフにしたものなんです。こちらは歯磨き粉の箱のデザイン。かなり凝った刺繍が施されているバッグ。これはボンマルシェとのコラボ商品だそうです。このブランドの創設者はブリジット・ジラルディさんと田中千恵子さん。お二人の名前を取ってブリジット・田中というブランド名になってるんですね。田中千恵子さんが私を快く迎えてくれました。こちらのお店をオープンしたのが2017年で、私もブリジットもこのエリアがすごく大好きで、何か小さくって変わった物件を探していて、でここに出会いました。で、特徴としては、これは教会の壁なんですけど、壁にこうやって小判ザメみたいにくっついて立っていて、とても小さかったんですけど、全部内装を変えていまして、例えばこのステンドグラスはオーダーメイドでブリジット・田中用に作っていただいて、これは木はミニュジエってフランス語で言うんですけれども、木の細工を全部施してもらい、天井には星を自分たちの手で貼って、床も穴を開けて、下が見えるようにというか、天井が、1階の天井が低かったので、風穴光も入りますし、自分たちのコレクションでも相当な数、春夏と秋冬で出しているのと、あとコラボレーションもあるので、もうずっと作り続けてる感じになります。デザインもすごく違いますし、スタイルも違うので、ちょっとずつコレクションしていただけたら嬉しいですし、コラボの商品は限定で作ってることが多いので、なくなると買えないっていう、これもいつもパリのお店に来ると、なるべくパリのお店でしか買えない新しいものを用意してますし、みんなが飽きないように、次どんなデザインが来るんだろうってワクワクしてくれるように頑張ります。この日ちょうどムーラン・ルージュとのコラボレーションのシリーズが到着したばかりというタイミングだったんです。私はこれもすごく凝ってて可愛いと思いました。こちらはこの横から開きます。そうですね。ここから物を入れられて、これは肩からかけられるサコッシュタイプで、こちらは手で持つタイプ。はいはい。このちゃんとリブになってるの。そのリブのセーターのタグもちっちゃなジップがあって、ここにもちっちゃなお薬とか飴とか鍵とかわかんないけど収納できるようになってます。斜めにかけてもいいし、縦からかけて。あ、本当だ。斜め掛けもできる。したいもないもの。このあたりは定番の商品ですね。ビニール袋の形なんです。それを
とってもおしゃれなエコバッグにしてるんです。オーガンジー素材と聞くととってもデリケートなんじゃないかと思いますよね。けれども実は意外なほど丈夫で、なんと 8kg の重さには耐えられるんだそうですよ。これだけ魅力的なものがたくさんあると、さてどれにしようか迷いますよね。概要欄にこちらのブランドのサイトを掲載しておきますね。ショップカードもセンス抜群。購入品は千恵子さんがあっという間にこんな可愛いパッケージにしてくれました。さて、午後のおやつとしましょう。私のお目当ての場所はこちら。1880年創業というコーヒー専門店です。ウィンドウの中の美味しそうなものがすでに気になります。中に入りましょう。上の階にも席があって、私はそちらに案内していただきました。さて何をいただきましょうね。とっても迷ってしまったので、お店の方におすすめのものを伺って、それで私が選んだのはこれです。マドレーヌにチョコレートソースとカイムシャンティーが添えてあります。そしてコーヒーですが、カフェアロンジェにしました。こちらのは濃いコーヒーにお湯を加えていただくスタイルですね。このコーヒー、かなりお湯を入れたような気がしましたが、それでもしっかりと豊かな味わいです。そしてお楽しみのマドレーヌ。こちらはさっくりとしていて、チョコレートソースとクリームとの相性がかなりいい感じです。1階のブティックではコーヒー、紅茶はもちろんのこと、フリーコンフィ、フルーツの砂糖漬けなどもテイクアウトできます。ブリジット・タナカとのコラボレーション商品がありました。こちらのフリーコンフィ、本当に美しいですよね。少し分けてもらいましょう。では家に戻って本日の購入品を紹介します。この可愛らしい包みの中はこれです。ブリジット・タナカのシグネチャーバッグ。これは八百屋さんのモチーフで40ユーロでした。そしてベルレのコーヒー豆も買ってみました。季節限定秋冬用のブレンド。酸味が抑えてあってとてもコクがあるコーヒーです。
そして古いコンフィも少し。オレンジと金柑を選びました。これ2つ合わせて確か7ユーロくらいだったかしら。南フランスで作られているものと聞きました。ものすごく甘いものを想像されるかもしれませんが、意外なほど甘すぎず、後味に柑橘類の爽やかさがずっと残る、これはかなり美味しい古いコンフィだと思いました。最後までご覧くださいましてどうもありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。この動画が良かったと思ったらぜひ高評価をお願いいたします。またチャンネル登録がまだお済みでない方はチャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。ご感想をお気軽にコメントとしてお寄せくださいませ。とっても励みになります。ではまた次回の動画でお会いいたしましょう。アビアント